にちは。アニメ紳士です。今回は姫様拷問の時間です。第9話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。動画の前半では放送中や放送直後の反応、後半では放送後の感想や考察をお届けします。ぜひ最後までお楽しみください。なんという理想の家庭。この魔王でなぜ人間と戦争して殺し合いしてるのかよくわからんな。種族対立というか、普通に隣国との小競り合いなのかもしれない。国王にお中元、手作りゼリー送ろうとするからな。人間側の国王が邪悪で黒マークなんだろ。最近そういう RPG やったから俺にはわかる。悪事はしない。悠久自由に取れる。どんどん魔王軍のホワイトな実態が明らかに。魔王様が食器洗いしてる光景、シュールすぎる。魔王は私服持ってないのか。最古の子だと無敗を誇る姫様。こいつの前ではイケメンになるな姫様。包丁の使い方危ないな。こういう努力を分かってくれる話弱いわ。政権でケーキを切るな。魔王様がただの人格者でしかない。部下のメンタルケアも怠らない上司の鏡。良い上司すぎるだろ魔王。魔王様常識人すぎ。拷問見てるとなんか涙が出てくる。昔のピーマンは今みたいにうまくなくて苦かったらしい。早く摘まないと流通できなかったから。そもそもピーマンは甘いのだ。子供の時は毒食とか危険物って感じで、特に苦味とか感じるんだっけ。後未来が豊富だから特に苦味を感じる。ピーマン3歳ぐらいで突然美味しく感じるようになった記憶があるな。ピーマン食えるなんてお前らより偉いな。ピーマン嫌うのは子供のうちだけ。おっさんおばさんになるとグリーンピース嫌いになる。普通にグリーンピース好きだぞ。ハヤシライスに絶対入れるし。俺は普通にピーマンとか人参とか食べてたな。エビフライは食えなかったが。でもピーマンはチンジャオロースくらいしか使い道がないんだよな。肉詰め。ピーマンの肉詰めにして味濃いめにして食べさせよう。マオマオちゃん一家がほのぼの家族すぎる。熱い飲み物に気づく。白石さんのリアクション演技に笑ったわ。姫様にとって紅茶社交の場だから良いイメージなかったんだろうけど、今回でそれが払拭されてよかったね。姫様って普段のかぶかな服着てるけど、ドレス姿になって体のライン出ると結構胸あるね。バニラの話は途中で不穏な空気になってもハッピーエンドが約束されてるから好きや。バニラちゃんいい子だけど拷問官向きじゃないな。バニラちゃんの失態に対して怒ったりせずサポートする指示とか、うちの社長に見習わせたい。惚れるバニラと惚れ直すルルンが見れて満足や。父ちゃんもよかった。俺の中ではルルンがメインヒロインなんで、今回は特に大満足だった。魔王様が最高の上司ならルルンは最高の嫁なんだわ。もしかして魔王軍ってものすごいホワイト企業なんじゃ。有給いつでも取れるわ。日本の全企業に見習わせたい。特別出演クッキングパパ声のみ。クックック。マオマオちゃんピーマンの甘さがわからないとはまだ子供だな。来週も到着孤独のグルメ会らしいが、そろそろ姫様バカ顔打ち全開の回も見たい。後半はバニラ会かと思いきや魔王様の株上げ会だったな。部下の失敗に寛容かつ部下が自分の才能を存分に発揮できる最善の環境を整えてあげようとする魔王様はまさに理想の上司だね。まあいくら周囲がお膳立てしたからといってバニラが拷問官として大成するかどうかはまた別の問題だろうけど、あれだけ寛容なのに4話ぐらいではトーチャーに結構当たりきつめだったな。やっぱり最高位だから相応に要求水準も高いのか。正直キャラがいいだけで話自体は特に面白いわけでもないよな。一条系とか好きなキャラ至上主義の自分的には全然ありだけど、日常の楽しいことを再確認する漫画だからな。バニラちゃんかわいい。バニラのキャラデザも地味に秀逸だよな。よろめといいギザパといい、ステレオタイプな美少女キャラではないものの、全体的に見ればちゃんと可愛い外見に仕上がってるし、
ちょっとコンビニでブリトーとフランクフルトと赤いきつね買ってくるわ。おいおい、トーチャー界短えな。それに、普段のトーチャーの贅沢が質素すぎる。かわいそうになるやろ。トーチャー視点のエピソードは珍しいような。トーチャーは割と自制心しっかりしてる印象あるし、節制とかしてるのかなと思いきや、欲望に負けてたのはワロだよ。自分も最近用事があって遠出してビジネスホテルに泊まったから、今回のお話はなかなかタイムリーだったというか、トーチャーに対して親近感を覚えたよ。確かにビジネスホテルは誰も入ってこないから、好きなことやりたい放題だよな。例えば部屋の中でセーラー服に着替えて、グレープを食べたりしてもバレないわけだ。これが旅館だと中井さんが入ってきてアウトになる。魔王家は賃貸なのかローン組んでるのか、どっちなんだ。魔王様、普通に良い上司や夫、父親やってるだけなのに、何であんなにも一挙手一投足が笑えるんだろう。毎回株を上げないと気が済まない魔王様。もうこれ主人公だろ。姫様は話したの時の魔王城周辺。いつもどんよりしてんのに、魔王城幼稚園はいつもお天気なのどうなってんだよ。トーチャー、最高顧問官ならもっと良いホテル泊まってよ。笑い。魔王様一家のクッキー作り。クックック。魔王様、理想のパパじゃんか。マオマオちゃんは天使だし。拷問なんてもう慣れ合いじゃん。笑い。クッキーだけなら喉乾くから、確かに過酷な拷問ね。バニラほんとかわいいね。マオマオちゃんの初めてのクッキー作りがあまりにも幸せ空間すぎて癒されたし、王妃とクッキーを守っただけに止まらず、マオマオちゃんの手当を褒めてあげる。魔王様がかっこよすぎて惚れる。そして乙女すぎるバニラちゃんを相手にすると、スタダリ化する姫様も好き。魔王軍、自由に有給は取れて、子供の行事に参加できるけど、魔王様が自分の権力を使うことなく、他のパパさんたちと並んだりしてるとかさ。国王軍と魔王軍が争ってる理由、もしかして国王軍が原因なことない？マオマオちゃんやるるん。魔王の家族愛。それぞれが相手に向ける愛。大切な人への愛を感じるクッキー作りの A パート。バニラが姫様のことを思い作ったケーキの B パート。型作られたものでもいびつでも形に代償関係なく、手作りに込められた真心に心温まるは数でした。魔王様ご一家の素敵な休日。マオマオちゃんのお菓子作り。ずっと見守っていたい。バニラ再登場で姫様に手作りケーキ拷問。姫様の肯定的な言葉に今日も落ちるバニラ。シーファーとは魔王様の流儀まさに人格者。全体的に魔王様会だった。今回は特に癒されましたね。トーチャーさんの出張先でのプチ贅沢、分かりみが深い。バニラのことをよく理解している姫様も好きですね。X をケーキのナイフ代わりにするのはどうかと思うけど。そして家族を大切に思う魔王様、親子昼食会にやっと参加できてよかったね。出張先のホテルで一人、いつもと違う空間に少し贅沢してしまう気持ちには共感。お上品でない食べ方も誰にも見られてなければ問題なしと、彼女の幸せそうな表情は周りに知られてないと思うと少しもったいない気持ちもある。クッキーと紅茶の組み合わせをはめる展開も鮮やかだった。トーチャーのコンビニグルメ、この時間だと聞く。ルルンさん表情豊かなのかわいい。魔王様がイケメンムーブしたと思ったら、姫様もバニラちゃんにイケメンムーブを。人の心がわかる姫様素敵だぜ。パーフェクトコミュニケーション。サポートしてやらねば。なおち、めちゃくちゃ好き。トーチャー様の一人飯。ホテルで食べてた夜食は完全に視聴者を訪問させに来てる。魔王様一家はマオマオちゃんがクッキーを作ってるところを見守り続け、親子昼食会にも参加。魔王様は理想の父親すぎる。バニラちゃんのケーキ美味しそうでしたね。元から好きなキャラだけど、なんか今回の話でますますトーチャー可愛いなと思った。そして魔王一家の日常が微笑ましすぎる。さりげなく良いパパで良い旦那なんだよな。寝具職人な姫がいるとこと並んで、絶対に倒したくない。同盟結びたすぎる魔王軍だわ。ジャンクフードにまみれるトーチャーの色気。垣間見える育ちの良さとのギャップがたまらない。ちょろいバニラを立てる姫素敵。しかし、
今回はまおまおちゃんとママコンビが強力すぎた。張り合うママ好き。先の展開が見えても面白いんだから困ったもんだ。紅茶の拷問、オチは大体読めていた。ただ、まあ役を言えば、飲み物に温か、わわ。というセリフでの驚きの勢い、タイミングに見事にやられた。これはもう、演出と声優さんの演技の勝利だわ。クッキーを作ったり、出張で密かな豪遊したり、紅茶に屈服したり、ケーキを自作したり、相変わらず登場するすべてのキャラクターが可愛いし、バニラちゃんの立ち位置もすごく良くて好きになっちゃうな。いつにも増して魔王様も良いパパだった。最上位拷問官さんのビジホでの過ごし方にすごく親近感湧いたな。謎の鏡がある机で、ジャンクなご飯を食べるのはポイント高かった。朝食を一人で食べるのも良かったですよ。バニラの姫様への何かの感情が走り出しちゃった。名前覚えててもらって超嬉しそう。限界オタク一直線コースかな。紅茶のくだり。一瞬出てきたティーカップの縁に手をかける虎猫が可愛すぎて幸せ。まおまおちゃん。人によって袋を変えてて偉い。魔王夫婦仲いいな。トーチャーの出張&マオマオのクッキー作り&紅茶を飲む&ケーキを食すの巻。お話自体はやや刺激に欠けるけど、今回は女性陣の可愛い絵面が多くて、個人的には満足。X のツッコミ、拷問はノーサイドの精神なの。勝手に喋って勝手に屈していく流れ。聖剣ぞ、もう面白かった。まおまおちゃんのパティシーレビューに挑戦することが大切っていう魔王様。バニラの不格好な手作りケーキに愛情が伝わってくるっていう姫様。魔王にとっては家族の時間、姫にとっては拷問を受けている時間が、戦場を忘れられる楽しい時間なんだねって。30分間ずっと幸せな気持ちでいられる作品。すべてのセリフ、描写を振りして必ず笑いと優しさと愛につなげるの本当にすごい。負の感情が一切ない。永遠に見ていたいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。